ソースにジュレ、鮮やかな緑をまとった料理の数々。抹茶を使ったコース料理です。抹茶を食材と合わせて料理にする。飲むから食べるに大変革。京都府宇治市、美しい自然と源氏物語の舞台にもなった文化の風薫る歴史豊かな町です。宇治川沿いに店を構える辰巳屋。今回の主人公、左宗一郎さん、辰巳屋の8代主人です。この茶どころ宇治で1840年から商いを始めております。京懐石に抹茶を取り入れる。ソースにしたり、味噌にしたり、様々な調理方法で抹茶を楽しめます。一番最初からこの今のスタンスではなくて、最初は本当にお茶とお菓子とっていうところから始まっています。この宇治ならではの抹茶を使ったお料理を考案したのが1930年頃から、全国でもその抹茶料理と謳ってるところはおそらくうちしかないんかなと思います。抹茶は高温多湿に弱く非常に繊細。保存の仕方が悪いとすぐに色が悪くなってしまいます。茶どころ宇治に店を構える辰巳屋は、その日使う分だけの抹茶を仕入れて使うことができたので、数十年も前から抹茶料理に挑戦することができたのです。辰巳屋の顔とも言えるのはこの抹茶豆腐。北海道産の鶴の子大豆を使い、3日間かけて豆乳から手作り。濃茶を立てられるほど濃く上質な抹茶を合わせていて、一口食べると口の中に抹茶の風味が広がります。撮影できるのは豆乳作りまで。仕上げの工程は一子相伝のため非公開です。これは生湯葉とカニ身の抹茶和え。ゆり根の抹茶ソースがけなど、抹茶料理は代々受け継がれてきました。このレシピは私と私の父親の中に、頭の中にしかないです。創業90年以上の老舗料亭辰巳屋の長男として生まれた左さん。10代の頃の夢は古着屋で働くことで料理人になりたいとは思ったことがありませんでした。うちの父親は「お前は後継ぎやぞ」って一言も言わなかったんですよ。20歳の時に初めて父親がですね「お前この先どうすんや?」って言われたんです。初めて言われた時になんかほんとはってなったんですね。料理屋継げとか料理やれじゃないんです。この先どうすんやって言われたんです。自分の父親の仕事とかをこう見つめ直す、振り返るような感覚になって、で改めて自分のこの環境っていうのを考えると、これはやっぱり父親が親父が頑張ってきたものを俺も継いでいかなあかんなって思ったのが、料理人になろうって思った瞬間ですかね。その後、神戸や金沢の日本料理店で修行をし、27歳で辰巳屋に戻った左さんは、自分の店の料理に不満を持ちます。既存のコースは品数が少ないのではないか。抹茶料理と謳うからには、抹茶を使った料理をもっと増やすべきでは、と考えたのです。田楽味噌に抹茶を合わせる。抹茶を臼でひく前の茶葉、天茶を乗せたうずみ豆腐仕立てなど、抹茶を生かした新しい料理を作り上げ、コースに組み込むことを提案しました。辰巳屋を変えていきたい左さんと、伝統の味を守ってきた父である7代目の間には、当然、軋轢が生まれました。
父親もこう職人気質なので、わしはこうやってやってきたんやっていうのが揺るがないんですよ。それがいつも原因になって喧嘩になって、それが続いて、なかなか従業員にもね、いっぱい迷惑をかけてきましたけれども。言い争いはとても多かったかなと思います。それは父が今まで守ってきたものをやはり大事にしたいっていう気持ちと、このままじゃダメだっていうその主人の気持ちですか、それがこうぶつかり合ってるんだろうなって。いくら親子で喧嘩しても、こう目指すべき辰巳屋としてのそのベクトルっていうのは一緒なので、結局は父親が一歩引いてくれて、でよく言えば任してもらえてると、悪く言えばもう知らんと、勝手にせえっていうことやったんで、今思えばそれがね、ありがとうって気持ちで僕も頑張れていますけれど。ひだりさんが自分をリセットする時間、お茶の稽古です。やっぱりその普段は朝も市場に仕入れに行って調理場で仕事をして、結構バタバタなんですね、毎日。そういう中でお茶のお稽古に行くと、周りから雑念が入ってこないので、そのこうシュッと向いてるこうお手前させていただく時も、そのことだけを考えてるっていうのが、なんか自分の中でめちゃくちゃこうリフレッシュできたんですね。所作一つ一つに神経を集中し、感覚を研ぎ澄ましていく。茶の心を少しでも知って料理に向き合うと、何かが変わるのではないか。今、ひだりさんは生まれ育った宇治という町に目を向けています。辰巳屋八代、左宗一郎さん。コロナ禍の中で新しく始めたことがあります。料理をするのは自分の店ではなく、お客さんのキッチン。出張料理です。もともとコロナ禍で家族で集まって、例えばお父さんのお誕生日のお祝いをしたいとか、そういう時に本来でしたらちょっといいお店行こうかってなるんですけれども、それができないと。でも皆さんそうしたいっていう需要はあるんですね。なので私たちがご自宅まで出向いて、本来お出ししている京料理を提供いたしますっていうのが出張料理で、この基本的に私たちの地元の宇治市の町でしたら、どこにでも足を運ぶというスタイルをとっています。宇治にはすごぶるこだわりはあります。僕たちはその毎日食べに来るお店ではなくて、何か非日常な時に来ていただくお店が私たちなんですね。コロナ禍で私たち非日常的なお店が忙しくなる前に、毎日食べに行けるような、例えばおうどん屋さんとか定食屋さんとか、そういうお店がやっぱり盛り上がって賑わってこないとですね、私たちの番は絶対に回ってこないと思ったんですね。大好きなこの宇治のために、この宇治自体を盛り上げていかなあかんなっていう感覚になりました。宇治という町と抹茶のおかげで営業を続けることができた。宇治に何か貢献できることはないか。ひだりさんは新たな取り組みを始めました。宇治市の食育です。主に小中学校の子どもたち、あとは子育て世代の保護者の皆さん、そういう皆さんに学校の先生にはできないような日本料理の根本であるお出汁の話ですね。どのようにして人は美味しく感じるかっていう五味五感とか、そういう話をしています。宇治の子供たちに出汁の美味しさを教える。料理人だからできる取り組みです。辰巳屋っていうのは
宇治市の人はおかげさまで結構知ってくれてます。でも京都一歩出ると誰も知らないんですね。辰巳屋っていうこのワンフレーズでどこでどういう料理をしているのかっていうのが分かるぐらいのお店になりたいなっていうのはずっと思っています。この宇治の町自体を盛り上げたいっていうのはやっぱり大きくありますけれども、宇治のために何かしたいと。宇治の魅力をもっともっと引き上げるために自分が何ができるかっていうのをいつも考えてます。辰巳屋八代左宗一郎さん。茶どころ宇治に抹茶料理の辰巳屋あり。日本中に辰巳屋の名を広めることが宇治への恩返しでもあるのです。